フォアハンドの手首の使い方について解説したいと思います。この動画の対象としては、一生懸命振っているけれどもなかなかボールが飛ばない、あるいは打ち方がなかなか綺麗にならない、あるいは手首を痛めてしまった、力強いボールを打つために体をどう使えばいいのかよくわからないという方へお届けしたいと思います。この動画のゴールとしては、スイングの原理原則、体の力の使い方、入り方の原理を理解し、楽な力で綺麗なフォームで強いボールが打てるようになること、これを理解することがゴールになります。よく雑誌などで手首を使いましょう、スナップを使って最後ボールを押しましょうという解説があると思いますが、実はこれではなかなか強いボールを打てません。原理原則としての体の使い方を理解しましょう。まずボールを打とうとするときに、体はこの軸を中心に体を回します。軸を中心に体を回し、その体が回る力で腕がついていって、そしてラケットで遠心力が生まれます。でこの力を使ってボールを打つことが最も楽にボールを飛ばすことができるようになります。そして大事なことは、この生まれた力をいかに体が邪魔をしないでボールに力を伝えてあげるかということが大事なポイントになります。さらにもう一つは、コースやボールの種類、例えばスピンやフラットなどをコントロールするときに、この体で生まれた力をいかによどみなく腕やラケットに伝えてあげながら、ラケットの動きをどう変えていくかということがポイントになっていきます。例えて言うと、川の流れ、体で大きく生まれた大きい川の流れを途中でせき止めてしまうと、どうしても小さい力でしかスイングができるようになりません。ですので、この大きい力をいかによどみなく体の先まで、ラケットまで伝えてあげるかで、そしてそれとラケットの自分が動かしたい動きを両立させることですので、よどみなく体のラケットの動きをコントロールするということが考え方としてとても大事なポイントになります。はい。で手首の動きに着目したいと思います。スイングをしていくときに、トッププロの動きなどを見ると、ボールに当たる前後で手首が動いているように見えると思います。そしてこの動きが手首で押しているように見えるんですけれども、実はこれはそうではないんです。先ほどの考え方でいくと、体が回ってきた力をここで動かそうとすると、どうしてもここでせき止められてしまう。ここの体の動きと手首の動きがなかなか伝わっていきません。体で生まれてきた力がここで止まってしまい、手首だけの力になってしまいます。大事なポイントは、手首のこの動きは手首の力で生まれているのではなく、体のこの大きい力をラケットに伝えようとした時に、そういう動きに見えているだけなのです。軸がこう回っていった時に、まずテイクバックした状態から体が先に回っていこうとすると、ラケットが遅れてくるのがわかると思います。体がまず先行して出ていきます。でその後に大事なポイントは、途中で体の円運動を止めてあげてください。そうするとラケットが遠心力で前に出ていくのがわかると思います。体が回ってくるとラケットが遠心力で前に出ます。この動きがラケットが前に出ていく動きなのです。これを写真だけで見ると手首で押しているように見えるんですけれども、実は体が回ってきた力が止まってラケットが前に出ていっているということになります。